ご視聴ありがとうございます。今回は、孤立した駅たちに隠された壮大な計画のご紹介です。ところどころにある奇妙な構造と、それらをつなぐ計画の正体、そして目立たない隠れ乗り換え駅が本物の乗り換え駅になっていたかもしれない世界線に注目です。ここは名古屋市営地下鉄桜通線の国際センター駅です。桜通線は市営地下鉄で後の方、1980年代後半から開業した路線。ドル箱路線の東山線のバイパス路線として建設された路線で、初期の開業区間では20メートル車8両編成、全長160メートルの車両で運行できるホームが用意されたものの、今のところ5両編成での運行となっています。この駅のホームは都合3両分が余っており、名古屋駅よりは2両分が余っています。こうした場所が通路になっている駅もありますが、この駅はホームの両端に動線がないためフェンスで仕切られ、奥には入れないようになっています。ホームの後ろ寄りへと進みます。西側の区間から順次建設され、今では名古屋市南東部へのアクセス路線としての役割も担っている桜通線、名古屋駅周辺ではビジネス街へのアクセスも担っています。名古屋駅の隣にあるこの国際センター駅もその一つですが、この駅は桜通線の単独駅であり、休日ということもあってそれほど混んでいません。一面二線のシンプルな島式ホームで、途中に階段やエスカレーター、エレベーターなどがある、よくある構造です。ホーム一番後ろにある階段の前までやってきました。名古屋寄りでは複線箱型トンネルになるためホームが狭くなっていくのに対し、こちら側は単線シールドトンネルが並ぶため、ホーム幅はそのまま、整然としたレイアウトが続くように見えます。本当にそうでしょうか。ホームの端がこんな感じ。こちら側は1両分余っています。線形の関係上、単線シールドトンネルを走ってくる車両がよく見えますが、本題はそこではありません。皆さんお気づきの場所、先ほどの階段の手前です。整然と並んでいた柱はここだけ位置がずれて斜めになっており、階段側から見ると、左の柱がずれているのがよくわかります。そして柱がずれているのは、この階層だけではありません。この2つ上にある、改札階を目指します。ホーム階が地下3階、改札階が地下1階です。階段は途中で踊り場になり、逆向きに折り返してもう一度上がります。桜通線は後から建設されたことに加え、名古屋駅周辺の地下街を避けるため地下深くに建設されており、この駅は地下およそ20メートルの深さにあります。そして改札口のうち、先ほどの場所のほぼ真上にあたる場所でも、柱は斜めになっています。今回は、改札内の1本と改札外の2本、合計3本。曲線がきついわけでもなく、構造も単純なこの駅で柱を斜めに配置する意味はなさそうですが、これには、この駅にかつて構想されていた、もう一つの計画が関係しています。それが、この駅の東側で交差する道路の下を通る予定だった、市営地下鉄8号線です。これは、東海道線の琵琶島駅を起点に、市の中心部を U 字型に抜ける路線。1972年の都市交通審議会の答申で示された路線の一つで、92年には一部ルートが変更されるとともに路線が分割されましたが、この答申が見込んだほどの需要がなかったため計画が縮小され、これらの路線は全体が未成線に終わっています。現在桜通線は、日中は平日が毎時8本で休日が6本となっており、都市部の地下鉄の割には本数が少なめです。これは鶴舞線も同じで、桜通線が東山線のバイパスとして機能しているのは見逃してはいけませんが、8号線が実現していたら、それはそれで名古屋市の頭痛の種になっていたかもしれません。結局実現しなかった8号線ですが、1989年に開業した国際センター駅の建設にあたっては、この答申で示された計画が反映されています。斜めに並んだ柱は交差部分に当てるためのもので、このような交差を想定していたことが伺えます。そして先ほど通った階段の踊り場をよく見ると、ホームから上がる方よりも改札階から降りる方が幅が広くなっています。そしてこの左側には、なぜか妙に出っ張った壁が、地下2階にあたるこの階層に8号線を通し、ここで8号線ホームとをつなぐ通路を設ける予定だったことが伺えます。なお、この答申が絡む別の路線を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。そしてこの8号線は、他の駅でも既存の路線と接続しています。
ここから、鶴舞線の浅間町と大須観音、桜通り線の高岡、そして番外編で、桜通り線の駅をもう一つ見ていきます。浅間町駅では、鶴舞線と8号線のホームが縦に連なる予定でした。そして車両の整備を効率化するため、ここに両線を結ぶ連絡線を設ける構想があり、その痕跡が駅の南にあります。鶴舞線は次の丸の内駅との間で民有地の下を通るため、上下線がシールドトンネルになり、駅を出てすぐにトンネルが切り替わります。8号線の線路から遠い東側の線路は、上下線の間隔が開いてほどなく、シールドトンネルに切り替わります。一方隣の線路は、単線になってからもしばらくは箱型のまま、8号線が開業した際、トンネルを改修して連絡線を設けやすいよう、箱型トンネルにしていたようです。この点シールドトンネルは構造物全体で荷重を支えるため、後から部分的に改修するのが難しいのです。そして次が、3駅隣の大須観音駅。この駅の端で接続する予定でした。この動画では間違えて逆の終端部を映してしまいましたが、本来映すべきだった場所も、非常用通路の有無以外は同じ。ホームの突き当たりの壁をぶち抜けば、連絡通路は作れそうです。このチャンネルの動画をご存知の方ならお分かりの通り、東京の地下鉄ではよくあることなので、名古屋でもできるはず。というわけではなく、ここ名古屋でも、その事例はすでに存在しています。それが、この鶴舞線と桜通り線が接続する、五木曽駅。1977年の開業時は鶴舞線の単独駅で、94年の桜通り線開業で乗り換え駅になりました。両線は T 字型に接しており、鶴舞線のホームの突き当たりから連絡通路が伸びています。ここはかつて行き止まりで、一部は機械室などになっていたところを、後からぶち抜いて連絡通路を仕立てたのです。もともと一部が違う用途だったためか、床面や壁の仕上げは都合2回にわたって変化しています。この改装で、鶴舞線の相対式ホームから伸びてきた通路は上下の階層に振り分けられ、上の改札階、下の桜通り線ホームにそれぞれ繋がっています。なお、鶴舞線と桜通り線のコンコースはそれぞれ独立しています。改めて見ると、右手前の鶴舞線側に、後から左奥の桜通り線を繋げたことがイメージできますね。そして同様の構造になる予定だった駅が、桜通り線の高岡駅。ホームの国際センター寄りで繋がる予定で、ホームの終端には非常用の通路があります。構内図がこちら。非常用の通路は上の階層に出ており、180度折り返して改札外に繋がっています。この非常用通路の先はトイレのところで壁になっていますが、壁を壊して繋げれば、スムーズな改札外動線になりそうです。そして改札外には、駅事務室の後ろに利用されていない空間があり、この壁面にも扉だけがあります。これらのスペースを活用すれば、桜通り線と8号線をつなぐ通路を、改札内外にそれぞれ1本ずつ作れそうです。そしてこれから、この桜通り線で最後の駅へと向かいます。名城線と接続する新玉橋駅を発車し、この先終点の徳重駅まで、表向きは乗り換えができる駅はありません。私が向かうのが、この次の桜本町駅です。桜通り線の駅なのに名城線のラインカラーに近い紫色のアクセントが入っているのが気になりますが、ホーム自体は至って平凡。一面二線で曲線もほぼなく、そして国際センターとは違って、柱がどこかで斜めに配置されていることもありません。そしてこの駅、実は名鉄名古屋本線の桜駅からほど近く、数分あれば乗り換えられるのですが、それも無関係。この先にある階段を上がります。島式ホームの真ん中にあるこの階段は、国際センターのように途中で折り返す構造ではありません。ただし、途中には国際センターと同じような、少々空間の開いた踊り場が、そしてこの踊り場は、新路線のホームにつながる通路の痕跡、ではなく、そのまま新路線のホームとされる予定だった場所です。この桜本町駅から分岐する予定だった路線が、南武線、名古屋港エリアの交通アクセスを補完するのが目的でした。1988年、名古屋市が設置した基幹公共交通網調査委員会の答申で出てきた路線で、その後翌年の答申と、1992年の国の機関が示した答申にも反映されているものの、当時から優先度は高くなく、結局未成線となっています。
1994年に開業した桜本町駅が建設された際には、これらの答申の内容が反映されています。もともと桜通り線は、駅の南側から民有地の下をシールドトンネルで抜けるため地下深くに建設されており、駅自体は地下1階が改札階、ホーム階が地下3階の3層構造になっています。そして間にある地下2階に南武線のホームを入れられるようになっており、階段の踊り場が長めに取られていたのは、乗り換え動線を確保するためのものです。エスカレーターは改札とホームを直接つないでいますが、私が進んでいた階段の反対側にあるもう一箇所の階段では、同じように踊り場が長くなっています。そしてこの南武線、答申では一般的な鉄道よりも小規模な交通機関として位置づけられていました。かつてこのチャンネルでも取り上げた、神戸ポートライナーなどのような新交通システムが想定されていたようです。一方、桜通り線の支線として建設してほしいという地元住民からの要望も踏まえ、トンネルにはそのための準備がなされています。南武線が分岐する方のトンネルを見ると、ホーム終端に向かって左側はすぐにシールドトンネルになるのに対し、右側は箱型トンネルが続きます。これが、鶴舞線の浅間町と同じく、桜通り線から南武線に線路をつなげるための下準備というわけです。8号線と南武線は構想段階から実現性が低かったためか、連絡線部分はトンネルが箱型とされているのみで、分岐部分までは作られていません。明確に構造に現れているのは国際センター駅の斜めの柱程度ですが、もし両線が完成していたら、名古屋の地下鉄網はまた違ったものになっていたかもしれません。ご視聴ありがとうございました。